ですねー。じいちゃんが屋台で始めて91年。おかけになって待ちください。一応目標は今100年なんで、100周年を無事に迎えられるように。大森山頂です。はい、すいません、右側です。そうですね、昔ながらの豚骨醤油ラーメンっていう感じで、もう何十年も通ってるんで、ここは間違いなく美味しいです。すごいスープ美味しかったですね。いや、すごい美味しかったです。スープも飲みやすくて。自分のお客さんで行った時に綺麗なとこで食べたいっていうのがあるんで、もう3時半ぐらいまで。あと自分でもう落ち着かないっていうのがあるんで、綺麗じゃないと。なんかホープ県でいっぱいありますけど、僕は一番好きなんで。他にもなんか似たような店この先いっぱいできてるけどね、美味しい。また来る。ありがとうございます。成功される中で、今で1935年。はい。今年は91年。じいちゃんが屋台で始めて、父が店舗化してって、で僕で3代目。はい。工場があるんで、基本的に全部食材はそっちで作っちゃうんで。工場って結構大きいな。結構でかいっす。100坪。製麺所もあるんで、地下が製麺所で、1階でその他のもの作って、返しとか、トッピングの材料とか。そこから働かれてるんですか？今年で41歳なんですけど、19歳10月から入った大学サッカーしに行ったんですけど、もうすぐ辞めちゃって、許してもらうにはもうすぐって言うしかないみたいな。で26の時に麺屋武蔵さんに3年半ぐらい修行に行かせてもらって、で戻ってきて2年前に代替わり、代表だった父が会長っていう感じになりました。お店出すのが大好きだったらしくて、おじいちゃん本当かどうかわかんないですけど、中央線の駅1個ずつ屋台があって、それを残すっていうのがあんまり興味がなかったらしくて、残ってたらもうすごいボンボンになったと思って母ちゃんが嘆いてましたじいちゃんは結構アイディアマンだったらしくて、学生の年じゃないのに貧乏苦学生みたいな感じで学ラン着て屋台引っ張って学生が頑張ってますみたいな感じで、当時って赤字になっちゃうから赤い字ってあんま看板で使ってないらしいんですよ。じゃあみんな使ってないなら逆に使おうみたいな感じで、それで赤と黄色になったらしいです。気温30度とかの日だから、ラーメン屋さんの撮影にはちょっともしかしたら不利かもしれないです。今の会長があんまりテレビとかも基本的にはお断りしてたんで、YouTube とかもこういう感じで多分撮影して YouTube に載せるみたいな初めてだから、90周年経ったし、吉祥寺って場所柄競合店いっぱいあるんで、うちにずっと来てくれてるお客さんはもちろん、今の若い人たちにも食べてもらえたらこの先最後にですね、何本ぐらい
らいここはやられてお店はもう意外と10年以上かな。そうだよね。気がつけばって感じです。なんか最初はすぐ抜ける予定だったのが気がつけばみたいな感じです。結構遠くの方までそうです。そうなんですよね。本当はこの駅周辺タバコ吸っちゃいけないじゃん。影に隠れて吸いに来るんで、めっちゃポイ捨てとか多い。一応広域にやるようにして。生まれは杉並で19歳で入った時に吉祥寺に配属みたいな感じで、そこから基本的にずっと吉祥寺で、地元じゃないんですけど吉祥寺の方々には可愛がってもらってる。秋におみこしがあるんですよ。親父もそのお宮の頭やってたんで、難波さんの息子みたいな感じで。豚骨30キロに野菜が人参、じゃがいも、玉ねぎが6キロぐらい入って沸いてから2時間後に型2杯取って最後は骨とスープをこして、洗って。今度新しく油のトッピングを始めたんですけど、1日10食ぐらい限定なんですけど、味変要素としてちょっとあってもいいのかなと思って、ちゃっちゃ系元祖みたいに言われることがあるんですけど、基本的にはちゃっちゃ系ではなくて、溶け油、溶けてるラードなんですよ、ラーメンに入ってるのが。うちのラーメンって結構そんなに味濃い方じゃないんで、スープの甘み感じてほしいものなんで、あんまり濃くしてないんですけど、こういうつぶつぶの油入ってた方が結構甘みも感じるし、ちょっとパンチ強めのトッピングを作ってみました。粉チーズとか甘だれとかちょっとやってみたりして、選択肢がちょっと増えたらいいかな。で粉チーズはまかないで食べてて、小麦の味強い麺だからカルボナーラっぽいくなるのがスープと合わさると。
お待たせしました。よしぜいらっしゃい。お願いします。はい。どうぞ。すいません。どうしました。ダメです。はい。新型までお待たせしました。はい。通りです。おかけになってお待ちください。色味が白玉ダメです。僕30年前ぐらいからここの店舗が昔杉並にあってその時から食べてるんでこっち方面来た時は必ずみたいな。もうじゃあ昔からもう多分変わってないと思います。上にかける唐辛子もめちゃくちゃ美味しいんで、なんかホップ県でいっぱいありますけど僕は一番好きなんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ホッケさんどういったら東京背脂豚骨醤油みたいな走りとは言われてますけど、ちゃっちゃ系とは言われるんですけど、記憶だと10歳ぐらいから店舗では食べてるんですけど、すごいバーってやるとこあるじゃないですか。そういうので逆に見たことなくて、でなんか親父に聞いてもなんか足りない時はこうやってたけどなみたいな、基本的にはちっちゃい時に食べた味っていうのを心がけてます。ですね。濃いめ。ダメ。片面大きいダブルもやしです。
来られたことあるいや初めてです。すごいスープ美味しかったです。麺の感じが軽いから大盛りでいけそうだったね。お願いします。はい。いつも来られるんですか？いや、初めてです。あ、そうなんです大阪から出張で来てて、カップ麺かなんかで見て、食べてみようかなっていうので、うまかったです。うまかったです。量もバッツリで、午後から頑張れそうです。ありがとうございました。はい。お願いします。はい。じゃあ特製でお願いします。ありがとうございます。どうも、ありがとうございまはい、お待たせしました。す。山頂大森さんです。今ってどこのラーメン屋さんメニューすっごい多いじゃないですか。基本すごいオールドスタイルだから今まではラーメンも中華とチャーシュー2種類しか選べなかったんですけど、ほんと最近特製作ってちょっと選択肢お客さんも広げてもらえたらなみたいな感じなんですけど。あ、大丈夫です。大盛りです。はいはい。お待たせしましたお待たせしました。大盛りダブルニンニク卵です。1番さん。はい。さんでした。どうぞ空いてます。ですね。水中華そば大盛りにんにく一丁です。はい。ただいま発見中です。初めて来られました。初めて、はい、上司に教えていただいて、いや、すごい美味しかったです。スープも飲みやすくて。1日最高何杯ぐらい？ 700ぐらい売ってたんじゃないですか、全盛期。今11時から24時なんですけど、当時は11時半から深夜3時までやってた。金曜の夜とか深夜3時までずっと入ってるとかザラだったんで。ありがとうござい
です。大盛り三丁です。はい。ダメです。はい。すいません、片面大盛り、ニンニクもやしです。はい。ニンニクともやしです。はい。このニンニクです。はい。麺固め。どうもありがとうございます。ありがとうございます。これが炊いてる寸胴で4時間火にかけて横浜に出すスープになる。取ったやつをここに集めて、で減ってったら入れていくみたいな。なるべくこう取った順にこう入れてって循環するようにして。すいません。よしめお願いします。はい。ダメに。以上です。最後出すね。どうぞ。2つです。はい。1000円。はい、すいません。握り方です。すいません。失礼します。片目をもう回しに回していきます。以上。順番にどうぞ。あ、これですね、糖化ですね。これは会長の時に作ったオイスターソースとかニンニクとかがベースになってる唐辛子なんですけど、オイスターソース入ってるから甘みが結構強くて、辛いのが苦手じゃなければ大半の方が入れてますね。すいません。はい。ただいま発見中です。現金をお入れください。はい、ちょっと遅いですよね。片面特製で。これかけるとめちゃくちゃ美味しいです。返しです。これも最近になっておくようになって、スープの濃度っていうよりかは塩味の部分で好みで土壌に置いてあった方が好きな年に好きなのでっていうので代表が置こうって言って置き始めました。はい、ありがとうございます。あれを大盛りの味玉です。すいません、どうぞ焼いてますよ。は片面2丁、後ろ大盛りです。い。ありがとうございます。どうも。特製の中華そばでどうぞお願いします。ダメから出すかね。前の中華そば。わらかめは甘めですね。特製大盛り出しておいてます。お酢も結構会長こだわりで、料亭とかそういうところで使われるこうまろやかな酸味のお酢にこだわってたりとか、うちは個人的にはすごい好きなんですけど、すごいよく合うんで。柔らかめ油を。
すみません、固めの特製麺の量普通ですね。もう何十年も通ってるんで、はい、ここは間違いなく美味しいです。そうですね、昔ながらの豚骨醤油ラーメンっていう感じで、麺がすごいキレがあって細めが好きなんで、おすすめだと思います。よく来てる。昔から食べうん、もう何つでも大盛りでも値段変わらないんだから、他にもなんか似たような店この先いっぱいできてるけどね、美味しいよ。また来る。前は6店舗ぐらいあったので、今は吉祥寺の1店舗だけになっちゃった。北県って結構やっぱ名前が千駄ヶ谷さんとか野方さんとかよくわかんないみたいになっちゃう人とかもいると思うから、まあ、うちは90年ラーメン一本でやってきたから、まあ、ちょっとでも新しくうちを知らない人に来てもらえたらなみたいな。千駄ヶ谷はじいちゃんがやってた時のスタッフさんなんですけど、千駄ヶ谷とか場所がやっぱ都心の方にあって結構あっちが本家って思ってる人は多いですよ。ホープ券使っていいよって言ったわけじゃないから違うよっていうのは広まってほしい。ごちそうさま。どうも、はいどうもありがとうございます。いらっしゃいお願いします。はい、大盛りにちょっと。すいません、前失礼します。どうぞ。4丁目大盛り返し。はい。お待たせしました。水中卵大盛りください。はい。ございません。直接店員をお呼びください。はい。お願いします。はい。大盛り。はい。お願いします。大盛りです。お願いします。はい、すみません、お待たせしました。片目のチャーシュー2枚です。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。自分のお客さんで行った時に綺麗なところで食べたいっていうのがあるんで相当意識してます。どれぐらい掃除されてるんですか？いつも12時閉店なんで、はいもう3時半ぐらいまでその分営業時間が削られちゃうんでなるほど。もったいないなとは思いつつも毎回がっつりやってます、はい、あと自分でもう落ち着かないっていうのがあるんで綺麗じゃないとそこがなんか汚いと来たいって思う人も来なくなっちゃうと思うんで、まあでも僕が継ぐっていう前からもう掃除に関しては相当やってたお店だったんでそれはすごいありがたかったですね。で麺屋武蔵さんも元気きれいいい味っていう3本でやっててそこで再確認できたというかやっぱこれで良かったんだなみたいなすごい勉強になりましたね。はいでスタッフの方と共有させてもらって日々きれいにしてるって感じですね。はい
お預かりします。中華そばニラチャーシューバーですね。お待たせしました。中華そば。ありがとうございます。麺固めお願いします。ニラチャーシューです。私はもちろん結婚した時にはもう初代、祖父ですよねはもちろんいらっしゃらなかったのでお会いしたことないんですけど、本当にすごかったんだなっていうのを働けば働くほどやっぱり思いますよね。インスタグラムとかもそうなんですけど、LINE とかも最近始めたんですけど、私と代表が入るまでほぼもう皆無だったんで、だから SNS とかもそうだし、自分で勉強したりしてやっていければな。うちのなんか雰囲気とか好きで来てくれてるお客さんもいると思うから、使いすぎずやりたいなと思ってるんですけど、一応目標は今100年なんで、100周年を無事に迎えられるように。はい。すごいラーメン屋やりたいっていうわけじゃなかったんですけど、やっぱちっちゃい頃から食べてるこの味を残したいっていうので継いだみたいなところがあるんで、さらに新しいラーメンをっていうよりはこの味を残したい。100年がもう目前なんで、そこまではとりあえず。ごちそうさま。どうもありがとうございます。